皆さんこんにちは、たくまです。今日もちょっと風呂敷やっていきたいと思うんですけど、今日はですね、実は僕の大先輩のとある方をちょっとお呼びしております。それでは皆さん紹介します。としさんです。どうぞ。こんにちは、はじめまして、としさんです。としちゃんって言われますけど。最近としちゃんって言われてます。ありがとうございます。呼んでもらって。いやいや、もうこちらこそ本当に念願ですね。本当ずっととしさんに出てほしいって出ていただきたいって言ってたので、なんか俺なんかが出ていいのかなって逆に思ってた。いや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 、もうたくまファンの人たちに刺さるかどうか。いや違うんですよ。もう刺さる刺さんないとかじゃなくて、僕が一緒にやりたい人とやるので。ありがたい。やりたいと思ってくれたの？もちろんですよ。こう誰と過ごすかなので、僕の人生の軸は。よかった。じゃあ事故のように運転してね。今ちょっと危なかった。今危なかった。安全運転で皆さんの大切な命を預かっているので。言えてなかった。そういう突っ込むのも今日やった方がいいのかな。お願いします。やっぱり関西人、としさん大阪人なので。ハードル高くしないで。としさんはいつも本当拾ってくれますね。しかもなんか優しく、優しめにね。そう、匠みたいになんか全部が全部なんかザッみたいな切ってくんじゃなくて、としさんなんか優しい。言えない人の悪口やめよう。まあこんな感じでね、優しくいこう。そうですね。もう本当としさんにはもう僕いつも優しくしてもらって、もう結構僕チームの中だったら毎日としさんと喋ってるかもしれないですね。本当にいろんな話を、いっぱいしてくれるもんね。はい、めっちゃ喋りかけに行ってますそしたらもう全部答えてくれますね。できる限りは。今日はちょっととしさんのことをちょっと深掘りさせていただいて、まあたくまの風呂敷見てくださる皆さんに、としさんのことをもうちょっと知ってもらいたいので、としさん昔めちゃくちゃ能力者だったみたいな。そうだね。めちゃくちゃダンカーだったみたいな。めちゃくちゃじゃない。もうギャンギャンだったっていうので聞いてて、であれですよね、まず高校進学校ですよね。どこから振り返った方がいいですか？いや別にたくまが気になるところでいいよ。そんな俺がじゃあ生まれはとかそんなんさ。いや全然時間今日あるんで。俺のこと知ってほしい人みたいになるじゃん。いやまず大阪生まれですよね。大阪生まれだね。なにわのそうだね。なにわのとしちゃんって。なにわのとしちゃんやめろお前。お前次作ろうとするタオルにそれ入れんなよ。なにわのとしちゃん。なにわのとしちゃん。やばいな。もうずっと大阪生まれ、大阪育ちです。そうだね。高校まで、大阪にいて、大学から筑波の方に行ったけど、つくば。そう高校は進学校で。そうだね。俺の周りの子たちは賢かったかな。でその中でもこう大阪ってすごいこの競争率高いと思うんですけど、バスケット、全国への切符っていうのがそもそも取るの難しいっていうのをすごい聞いたことがあって、その中でもいろんな強豪校ある中で進学校のとしさんたちが全国に行ったんですよね。そうそれこそ、その全国の切符を争ってたのは、ちょっと前までうちのチームのコーチにいた、今女子の三菱電機の女子のチームのヘッドコーチやってる高田ヒロとこうやり合ってて、彼が東住吉工業で俺が八尾高校っていうところでよく対戦して。八尾高校。そうよくやってたね。東住吉高校、工業高校。そう昔めっちゃ強豪だったんですよね。そう、超強豪で全国当たり前に行ってて、ベースト8とか4とか当たり前の、俺が中学生の時はそれを見てたから、なんか俺も誘ってもらったけど、ちょっと最終的に東住吉工業と今の行ってた八尾高校と迷って、勉強も大事だよねって思って、文武両道ということで。そう、で強いチームを倒すのを目標にじゃないけど、若気の至りだよね。いやでも大事ですよね。その気持ちやっぱチャレンジ精神。そこで行ってたまたまメンバー良かったのもあって周りに恵まれて、って感じの高校生活を送ってましたね。結構有名伝説になってますよね。としさんの代の八尾高校すごかったっていうので、僕のちょっと上の3つ4つぐらい上の世代の人たちは、多分そこのとしさんの世代見てて、本当にとしさんの高校時代のチームメイトの方で、
今 B リーガーはいらっしゃるんですか？いや B リーガーはいない。あ、高校時代ってことよね。あ、そうです。高校時代のチームはいないかな。はない。まあ一番そのなんていうかな、そのカテゴリーに進んだ選手としては、はい、東京会場の方でプレーした選手はいたけど、はい、もうけどさすがに実業団の方に行ったんですね。でみんな基本的に勉強できる子たちだから、なるほどなるほど。普通に会社員いいとこを進んでる。なるほど。すごいみんな出世してる。そうなんですか。自分の会社を起こしたりもしてるし、みんな。じゃあもう本当に経営者の方に向かってるんですね。経営者とか学校の先生とかが多いかな。その後筑波大進学されて、その時は上下、なんか僕らが知ってる方いますか？トシさん世代の。まず1個下に片峰っていうのがいて、大堀の今の監督。そうなんですか？そうでウエイトパートナーやってて、こう一緒に2人で喋りながら。あ、そうなんですね。じゃあ仲良かったんですか？仲良かったと思うよ。お互いのしてる。これ流していいの？それ多分それアウトかもしれないですけど、全部喋って大丈夫ですよ。今ピーって入れてじゃあ。いや僕、片峰先生の、なんか最近インスタグラムで高校密着してるインスタグラムのアカウントがあって、それこそ大堀とか福岡第一とか強豪校に行って、その先生のこう喋ってる内容とかを聞くっていうインスタアカウント見つけたんですよ。たまたまおすすめ出てきて、で片峰先生の言葉がめちゃくちゃ刺さって、僕なんかでっかい選手ちっちゃい選手それぞれいて、その選手に対してこうみんなで守んないとダメでしょみたいな、こうすごく選手のためを持ってめちゃくちゃ語ってて、僕それ最近の試合前のモチベーションにつながってますもん。なんかそんなに片峰先生なんかこう言葉、すごいなと思って、やっぱさすが筑波大学と。いやもうあんな感じでそうなんですね。ダメだ、言っちゃダメだ。もう俺らおじさんだもんな。でもコテコテのあれですよね、博多弁ですよね。ああ、そう一応大学ってさ、いろんな地方から集まった選手じゃん、みんな。そうです。でいろんな地方の方言とか聞けて、なんか福岡の子も俺も当時初めてやったから、なんか方言可愛いなって思いながら、で見た目も可愛い子だったから、なんか危ない気持ちが芽生えそうだった。博多弁女子っていいですもんね。なんか水筒よとかなんとか県とか言うじゃないですか。水筒よ言われとんなお前。いや言われてない今の感じ。やけんとかね、いいっすよね。いいよね。で他の方は分かるところだから筑波というか、その時の大学で誰世代なんですか？誰世代？誰世代？前後誰が今いる今の B リーガーで、世代でいうとそれこそ千葉ジェッツの西村文雄さん、あいつが東海大で、荒尾岳ちゃん、岳ちゃんに青学ですね。そう代。いやー、これちょっと昔からのバスケットファンならもう、本当に渋い話ですよね。もう会場で会うたびにどうするの、いつまでやるのってお互い言ってるよ。いや、なんか今日僕はこうトシさんに聞きたかったのが、僕は B リーグだけしか経験してなくて、こう今 B リーグが盛り上がってるのも、トシさんはじめこう文雄さんだったりガクさんだったり本当先輩方がいての今じゃないですか。それをトシさん今までずっといろんなリーグやってきて、見てきたと思うんですけど、よく聞かれると思うんですけど、それを振り返って今 B リーグでやってて、どう感じてるんですか？素直にもうすごくいい流れだなっていうのは感じてて、俺たちだけじゃなくて俺たちよりもっと上の世代の人たちが望んだ、プロのバスケットの世界に本当に近づいてるし、今実際あるんだなって思うから、すごくいい流れだと思う。今でこそこんなにキラキラ世界になったと思うんですけど、なんかトシさんがじゃあ筑波大学から、3、4年で進路決めるってなった時に、もう絶対こうプロになりたいというか、こうトップでやりたいという気持ちはあったんですか、トシさんの中で？正直プロになりたいなっていう気持ちが芽生え始めたのは大学3年生の頃で、それまでは本当全国的にも有名な選手でもなかったから、こう目の前の目標をクリアしていくことしか考えてなくて、先輩がいるけどスタメンで出たいとか試合出たいとかいうところから始まって、代表ってすごいなとか思ったりとか、
この大学4年生で自分の学生生活が終わった後もバスケットしたいと思ったらどういう世界があるんだろうから始まって、こういろんなとこ調べて、じゃあプロじゃねみたいな、当時で言うと BJ リーグか、JBL かっていう世界になったんだけど、バスケットに人生費やすならプロがいいって思って。なるほど。働きながら選手みたいなことも考えれたけど、バスケット終わった後にサラリーマンになれる自信がなかったから、もうやっぱバスケットでできるだけ行きたいと思って、俺は選んだかな。なるほど。こう本当どうなるか分かんないかったじゃないですか、先が。で絶対不安もやっぱりありましたよね。よく聞いたのは、3年まずやれるかどうか、使えるかどうかが本当に見極めの一つのポイントだったし、30代以上まで選手できる人っていうのは本当にスーパースター、各世代のって言われてたから、本当にこんなに長くできるようにできるとは思ってなかった今は。なるほど。これだけ選手寿命が伸びたのって、単純にチーム数も増えたと思うし、いろいろ理由あると思うんですけど、特に何だと思いますか、豊洲さんの中で。今言った通りチーム数が増えたことと、やっぱファンが増えてお金出してくれる人たちが増えたこと。なるほど。スポンサーさんの力ですよね、やっぱり。やっぱ環境が劇的に変わったし、選択肢が増えたっていうのはやっぱ大きいよね。なるほど。豊洲さん今年齢が38。なんか僕今29歳で、30歳そろそろ差し掛かるじゃないですか。でもよく豊洲さんにも僕そろそろ30歳になりますわって話してると思うんですけど、いつぐらいからなんか俺30歳なんだろう、いつぐらいからちょっとこう老いというか、なんていうんですかね、いや僕は老いじゃないと思うんですよ。やっぱ男性って、僕はもう3、40代が一番楽しいと思うんで、老いじゃなくて、こうなんていうんですかね、こうちょっと体重いなみたいな。おいや。だから選手としてのこう衰えじゃないけど、体力的な衰え的な話ね。体力的な、それね、ちょうど文雄とも話したことあって、32で疲労感やばくねみたいな。32なんですね。そう、回復力なんかすごい落ちたよねみたいな話をした。で本当に32っていうのが2人ともバシッとあって、でだよねみたいな話はしたよ。なんか32、33とかって結構なんか選手としての一番脂乗って動く時なのかなと思ったんですけど、意外と来るんですね、やっぱり。なんだろう、回復力っていうところではなんかパフォーマンス的なところは多分経験と、その体の今までこう積み上げてきたトレーニングのすごいいいところが出るんだろうけど、回復力っていうところはなんかね、すごくなんか夜遅くまで飲むことってあるじゃん、やっぱ。ありますね。次の日の練習できなくなるよね。確かにね、若い時はもう睡眠時間なんて関係なくできるもんですもんね。今はもう全然できないので。でも僕それで言ったら僕もう寝不足でもうできないかもしれないですよ。たくまだってよく寝るもんね。よく寝ますね。トシさんはそんなに寝ないんですよね。寝ないね。人によって違いますもんね。老いっていうワードをすごくオブラートに包もうとしたけどできてなかった。いや、なんて言うんだろう、こう男としては前進してるけど、こうなんて言うんだろうな、まとめようとしてる。老いか。いいじゃない。老いでいいっすよね。老いも受け入れないとダメですよね。そう受け入れた方が気持ち楽。いや、そうですよね。そういうもんだな、じゃあどうしようかってなるから。間違いない。俺のファンもだからたくまのファンと重なってる部分ももしかしたらあるかもしれなくて、ドルフィンズのこと好きで、みんな見ててくれてて、で都市会っていうサークル、ファンクラブじゃないけど、みたいなのがあって、そこでなんか今度たくまの風呂敷出るんですよって言ったら、ってなって、でけどどういう企画かまだ決まってなくて、当時ね、でなんかいいアイデアくださいって言ったらいっぱいくれて、いやー、メモってきたよ。ありがとうございます。なんかトシさんとたくまくんでなんかコラボグッズ作ってほしいですとかね。いいですね。今ちょうど動いてるよね。ちょうど今動いてますね。いけたらいいね。コラボグッズちょっと。あとはね、スポーツショップとかいろんなお店で1日スタッフ体験とかしてくださいって、絶対いっぱい買いに行きますよみたいな。本当ですか。とか、あとはなんかトシさんがたくまくんのファッションをコーディネートする企画。なんか前キャラの可愛いたくまくんの大人男性に大変身、ツーショット熱望って言ってる。
でなんかトシさん前、なんかタイトさんとかでやってませんでした？ああ、やった。そうそう、今スポンサーさんのチームのね、の企画、プレシーズンマッチでそういうのなんかみんなで選んでファンに投票してもらうみたいな企画をやったやってましたよね。そうありがとうございます。ちょっとそういうの出たよっていう紹介。ありがとうございます。今度使えますね。でもこう使えるって言ったら失礼ですけど。